Hi besties ギャル日本語のキティです。みんなお久しぶりです。もうね、本当にしばらくの間動画を上げることができなくて本当にごめんなさい。そしてね、前回 Vlog は上げたんですけど、ポッドキャストに関しては前回のポッドキャストからこの新しいポッドキャストを上げるまでに1ヶ月ぐらい間が空いちゃって本当に申し訳ないです。でも動画をね、ちょっといろんなことがあってあげられてなかったんだけど、この間も変わらずキティのことをサポートし続けてくれたり、キティが投稿した投稿にはたくさんね、温かいメッセージとか、あと前回の Vlog でも変わらずたくさんみんなねコメントしてくれて本当に嬉しかったです。本当にみんなありがとう。本当にみんな変わらないサポートありがとうございます。はい、もうね、すごくそのいろんなことがあった期間にちょっとキティのメンタルもねちょっと落ちて、不安が増したり、あと自分に自信がそれによってなくなっていっちゃったりとかしてたんだけど、みんなからの変わらないような、変わらないずっと優しいあったかいサポートのおかげでまた元気が出たので、本当にみんなのおかげです。ありがとうございます。はい、みんな最近はいかがお過ごしでしょうか。もうだいぶね、12月にも入って、もうなんならもう12月終わっちゃう、2025年も終わっちゃうって感じなんだけど、みんなが元気で過ごしてくれてたら嬉しいです。そんなこんなで今日はそのまさに12月をテーマにしたような、12月に対するキティの気持ちというか、そう今回のテーマは12月に対するキティの気持ちをただひたすら喋るような動画になっちゃうと思うんだけど、テーマとしては、短く言うと12月ってエモくないっていうお話ですはい。で早速ね、スラングが1個出てきたんだけど、エモいっていうスラングね。このエモいっていう言葉自体は確かキティね、過去のポッドキャストで話したことあるような気がするんだけど、1回か2回ぐらい使ったと思うんだけど、その、エモいっていう言葉、スラング今日初めて聞いたってみんなとか、まだね、そんなにエモいっていうスラングに触れてこなかったみんなからしたら、12月ってエモくないってどういう意味だよって思うと思うんだけど、今日のテーマは12月ってエモくないってことでお話ししていきたいんだけど、まずね、じゃあそのエモいっていうスラングがどんな意味かを先に解説したいんだけど、エモいっていう言葉は、日本語のスラングで、よく聞かれるんだけど、これ男の人でも使いますかとか、キティがスラングをね紹介したらみんな聞いてくれる方がいるんだけど、エモいは男女ともに使えます。で、エモいの意味は何とも言えないような気持ちとか、寂しい気持ちとか、あとは懐かしいような気持ちとか、こう感傷的な気持ちで、いろんな説があるんだけど、どこから来た言葉かっていうのに対してのいろんな説があるんだけど、エモいって言葉は、キティが調べた中では一番しっくりきたのはやっぱり英語のエモーショナルから来てるっていうのが一番しっくりきて、やっぱり意味も英語のエモーショナルと似たような感じで使うから、エモーショナルからのエモいかなって思ってるんだけど、そんな感じのがエモいっていうスラングの意味です。だから使う場面としては、例えば綺麗な夕焼けを見た時にこう何とも言えないけど感動するじゃん。そういう時にエモい、夕焼けエモいって言ったりとか、あとは懐かしいものを見た時に待って超夏いマジエモいんだけどとかって言ったり、夏いっていうのは懐かしいの短い短縮バージョンね、夏い、待ってこれ超夏い超エモいんだけどとか言ったりします。こんな感じでポジティブに使ったりもするんだけど、こうネガティブな感じのイメージで使うこともあって、それが今日まさにキティが使うエモいです。今日はキティはこのエモいっていうスラングを少しマイナスな、ちょっとネガティブな意味、寂しいとか悲しいとかいう感じの感情、何とも言えない
気持ちだけど、でも悲しいとか寂しいが入ってるような気持ちでエモいを使います。はい。ってことで、キティにとって12月はエモいですっていうお話をね、今日はしていきたいんだけど、今回はね、かなり今までのポッドキャストとは違って、キティのこう個人的な感情とか気持ちをこう言葉に出すようなポッドキャストになるから、いつものねちょっとギャルに特化してるようなポッドキャストでもないし、あとは何かの解説ってわけでもないからただキティの気持ち、感情、12月に対する思いをただひたすら喋るっていうポッドキャストだから、いつもよりはちょっとグダグダなような、こうやっぱり感情を言語化するって結構難しくって、もしかしたらあんまりめっちゃスラングも使わないかもしれないこんな感じで今日はただひたすらキティの12月に対する少しエモい気持ちを、で同じような気持ちの人がもしかしたら世界のどこかにはいるんじゃないかなって思うから、お話ししていこうかなって思います。その気持ちに対してどちらかというとネガティブな気持ちです。はい。じゃあまず12月がエモい、なんでエモいのかっていうお話をしていく前に、少しだけね日本の12月がどんな感じなのかに触れてからの方が、みんな後からのキティの気持ちの説明が分かりやすいかなって思うから、まずは日本の12月がどんなものなのかを、イベントとかだったり何をするのかをちょっとね軽く説明しようかなって思います。まず12月っていうと師走って言ったりもするんだけど、で師走って漢字には走るっていう漢字があるんだけど、そんな感じの、言葉通りすごく忙しい、世話しないような月なんだけど、12月ってみんなの国でもそうかな。12月は忙しいですか？日本人にとってはね、12月は結構1年の締めくくりとして、やらなきゃいけないこともたくさんあるし、あとはね、お正月があるから1月1日2日3日だから、その期間もあるから、こうそれの準備とかあって忙しいような月。そうで、例えば学校は冬休み入るし、あと会社はサービス業以外は、割と普通の会社だったら仕事納めって言って、こうお休みの期間にね、年末年始のお休みの期間に入るから、それまでに終わらせなきゃいけない仕事があったりとかして、こう基本的に忙しめの月なんだけど、12月といえば、お正月に向けてもそうだけど、たくさんねやっぱりイベントがあるんだよね、日本では。世界共通ってか、クリスマスを祝う国のみんなは同じだと思うんだけど、クリスマスっていうビッグイベントが一つあるし、でクリスマス、日本人のクリスマスの過ごし方は、みんなねこのポッドキャストを聞いてくれてるようなみんなはだいぶね日本に興味があるみんなが多いと思うから、どんな感じで過ごしてるのかとかはだいたいねみんな把握してると思うんだけど、日本人にとってのクリスマスは、まず街中はねキラキラしたイルミネーションに包まれてるし、クリスマスツリーが街中で飾られてたり、家でもね飾る人もたくさんいるし、家族と過ごしたり、それからデート、恋人と過ごしたりとかする感じのイベントです。子供たちだったらサンタさんからのプレゼントをね楽しみにしてるような、そんな感じの楽しい、イベントですね。でそれが終わったら今度はさっき言った仕事納めとか、あとは学校もね冬休みに入ったり、それからねこういろんな片付けてすっきりした状態でお仕事もそうだし、いろんなものをね片付けてすっきりした状態で新年を迎えるっていうのが結構日本人の考え方なのかなっていうところがあって、でそれにちなんでその大掃除とかもやります。みんな家のねいらなくなった洋服とか家具とかをもう捨てたりとかするような、大掃除ですね。学校でも冬休みに入る、前の日とかは大掃除とかって言ってみんなで学校の中めっちゃ綺麗にしてたりとかした記憶があるんだけど、そんな感じでね大掃除があったり、それから今はねあんまりないんだけど、年賀状って言って新年の挨拶のハガキを、出すんだけど、
1月の1日に届くように。それは確か12月25日クリスマスまでにかな、ポストに出さないと届かないから、それをね、今はねあんまりその年賀状を出す日本人って少なくなってきてるんだけど、もう LINE とかがあるからそれで言うから、みんな今年もよろしくみたいなことをね。だからあんまり今は少ないんだけど、そういう風に12月25日までに年賀状を出さなきゃいけないから、それをバーって書いたりとかしますね。そんな感じでたくさん忙しいし、あとは大晦日。大晦日っていうのは1年の最後の日のことで、12月31日のことを大晦日って言うんだけど、そこら辺になると今度は大晦日の日には年越しそばを食べて年を越すんだけど、そんな感じででそばじゃなくてうどんの地域もあります。年越しうどんを食べるところもあります。こんな感じで、その時になったら今度はたくさんね、お正月に家族で集まるっていう感じのイメージがあると思うんだけど、大晦日からもう家族と過ごす仕事納めが29日12月の29日くらいだから、そのくらいから家族とね過ごして、年末年始は大晦日もお正月も家族と過ごしたりする感じで、忙しい月だし、あとは家族や恋人と過ごすような時間やイベントが多くなるようなのが日本の12月なんだけど、はい、そんな感じが日本の12月です。はい、じゃあ今からキティが12月ってエモいよねって思うその気持ちの意味とか、なんでこう思うのかをお話ししていきたいんだけど、まずキティ自身ずっと子供の時から12月になるとすごく寂しい気持ちだったり、なんだから寂しいだけでは言い表せないような、何とも言えない気持ちになるのね。だからこれがすごくこのエモいっていうスラングがこの気持ちを表すのにぴったりで、エモいっていう寂しいって言い切ってるわけでもないし、悲しいって言い切ってるわけでもない、なんて言ったらいいかわからないけど、でもそんな風な気持ちのことをね、エモいってたった一言でね表せれるから超便利なの、このスラング。そうプラスの意味にもマイナスの意味にも取れるから、人によってねいいじゃんと思ってエモいって今日は使うんだけど、でなんでこんなにねエモい気持ちになるかを言語化することは今このポッドキャストで初めてこの気持ちを言語化するんだけど、なんでねこんな風に思うんだろうっていうのを考えるようになったのはもうほんとここ最近で、子供の頃から20歳とかそのくらいまではずっとただひたすらに心にポカンって穴が開いたような気持ちになって、特に年末年始は過ごしてたんだけど、12月はね、1年が終わるからこんなに寂しい気持ちになるのかなとか、たくさんね寂しい気持ちになるような理由は多いかなって思うんだけど、今この年で言語化するとしたら、このキティの気持ちは人肌恋しかった自分と現実とのギャップなのと、あとは1年が終わるから冬だし、いろんなのが合わさってこんなにエモい気持ちになってるんだなって思うんだけど、みんなは12月ってどんな気持ちで過ごしてますか？もちろんねクリスマスとかあるし、もう超楽しい超ハッピーってね思う方も多いと思うから、でキティもクリスマス自体はすごく好きで、イルミネーションもね街中でキラキラなのも好きだし、クリスマスマーケットでたくさんねクリスマスに関連したようなグッズが出るのも超可愛くて好きだし、たくさんねクリスマスソングとかももうめっちゃ好きなの。それこそエモいしクリスマスソングってだから好きなんだけど、どこかでクリスマスとか大晦日とかね人と過ごすことが多くなるのが、てか1年で一番たくさん人と過ごすイベントとか時間が多いのが12月なんじゃないかなってキティは思うんだけど、お盆もあるんだけどね、日本は家族と過ごすイベントがお盆もあるんだけど、特に12月はクリスマスもあるし大晦日もあるし、家族と過ごすイベントが多くって、
で、なんでこんなにエモくなるのかなって自分で考えてみて分かった答えが、こうどこかでなんか幸せにこだわってたとかかな。難しいね。なんて言おうかな。例えばクリスマスだったら、それこそ日本では、恋人と過ごすようなイベントだし、家族と過ごす、子供たちは家族と過ごして楽しくクリスマスパーティーをするような家がたくさんあって、大人になったら恋人と過ごす人が多かったりして、もうメディアとかでは、日本のメディアとかではもうね、クリぼっちって言葉、クリスマスに恋人がいない人のことをクリぼっちって言うんだけど、そんな言葉が出てきたり、だからこそクリスマスまでに彼氏欲しい、彼女欲しいっていうような風潮がね、日本ではちょっとあるんだけど、それから大晦日とかは、帰省ラッシュって言って、こうお父さんとかお母さんとかどっちかの、実家に帰るっていうような、家族やそれから親戚とたくさん一緒に過ごすようなイベントであって、12月って、そんな風に人と過ごすイベントがたくさんあって、みんなが幸せそうに見えないなんか、例えばクリスマスだったら家族と楽しそうに歩いてるちっちゃい子供を見たらすごく幸せそうに見えるし、恋人と歩いてる人いたらそれもそれで幸せそうに、デートしてる人いたら幸せそうに見えるし、大晦日は、さっき言ったように年越しそばとかを食べたり、あとは親戚で集まっていつもより贅沢なお寿司とか鍋とかすき焼きとか日本人はするんだけど、そんな感じで、その材料を買いにスーパーに家族みんなで行ってるような人たちもたくさんいて、そういう家族とかを見た時に、すごくキティは子供の頃から心にぽっかり穴が開いてたのね。なんでかっていうと、いろんなね、家族の形が世の中にはあるのね。だからそんな感じでみんなもこう思ってくれたらいいなと思うんだけど、そんな感じで、ある意味街中で歩いてるその家族とか恋人の誰よりもキティは執着してたのね。その幸せを手に入れたいではないけど、みんなみたいに街中の人がどんな感情かわからないじゃん。子供の時とかは自分だけがみんなと同じ幸せを手に入れられてないなとか思ってて、自分が一番幸せにこだわってたって感じで、ずっと虚しかったのね。自分の理想と現実のギャップ。例えばどんだけ誰かと一緒にいても、クリスマス一緒にいても、年末年始を家族と過ごしても、本当は違うのになとか、本当はそのイベントの時だけの関係とかってない？家族にしろ恋人にしろ、だからキティが大人になってから今やっと分かるようになったことが、クリスマスとか年末年始とか、ね、12月のね、そのイベントごとの時に街中をパッて見た時に、幸せそうに歩いてるカップル、それから幸せそうに歩いてる見える家族、そのうちの何組が一体本当の幸せの中で歩いてるのかみたいな。例えばデートしてるカップルを見たとしたら、その人たちは本当に愛し合ってるのかとか、クリぼっちになりたくないから愛もなく一緒に歩いてる人もいるんじゃないかとか、幸せそうに見える家族もただ一緒に歩いてるだけで違う、本当は心の底からつながってる家族ではないんじゃないか、心からお互いを思い合ってる家族じゃないんじゃないかとか、その時だけただ一緒に歩いてる街を取り繕ってるだけの見せかけの家族なんじゃないかとか思うようになったのね。自分だけじゃないと思うの、それっていうのに気づけたのね、大人になった時に。だから12月っていろんなイベントがあって、いろんな家族と過ごす、恋人と過ごす、人と一緒に過ごす時間がたくさんあって、ただ幸せそうに見えるけど本当は違う人ってたくさんいるんじゃないかなっていうのに、気づけた、思えるようになったのが大人になって
からで、ごめんね、なんか話がめっちゃ脱線してるよねうーんとだから特別な月にその自分がこだわりすぎてたし、まあ誰かといなきゃ幸せじゃないとか幸せに見えなきゃとか思わなくていいんじゃないかなってこう思えるようになって、大人になってから。子供の時からこれはね変って思われるから誰にも本当に自分の親友にだけしか言ったことがないんだけど、キティはこの12月の特に年末年始家族とかと過ごさなければいけない、世間もみんな家族と過ごしてるからね、過ごさなきゃいけないようなこの時間が本当に辛くて、その他の家族とか他の人と比べてずっとコンプレックスが12月に対して特に年末とかに対してあったんだけど、それがねキティにとって12月ってエモいよねっていう気持ちなんだけど、だけどそれだけじゃなくって大人になった今思えるようになったというか、特別な月って思いすぎなくていいし、ただ楽しいクリスマスだって別に一人で楽しんでいいと思うし、年末年始だって家族と過ごさなきゃいけないって思うんじゃなくて距離をとってもいいと思ってて、例えばキティはね大人になってからはサービス業にずっと勤めてて、クリスマスも年末年始も土日とかも仕事に行かなきゃいけないような仕事にね、わざとではないけど、わざとついてお仕事だみたいな、いつもと同じ日々だってした方が自分にとって楽だったのね。でそれがすごく楽だったから自分の接し方、そのイベントへの接し方を大人になったら変えることができて、今までは強制的に恋人と過ごさなきゃいけない、家族と過ごさなきゃいけないって思ってたのを変えて、考え方を初めは仕事で本当にその仕事があるからクリスマスだって仕事だったし年末年始も仕事だったんだけど、何も思わずただ自然と仕事が入ってたって感じなんだけど、それで仕事に行ってある意味自分にとっては普通の日になった時に考え方がちょっとだけ変わって、待って普通の日最高じゃんみたいな、イベントだとか特別だって思わない方がキティはすっごく心が楽になったし、その分仕事だから一緒に過ごさなくてもいいのね、人と。だからそれがすごく心が軽くなって、だから今何か12月じゃなくてもいろんなねイベントごととかあって楽しそうな恋人や家族を見るたびに、もし寂しいような何とも言えないねエモい気持ちになるような人がキティの他にもいたら、みんなキティもそうだよっていう一緒だよっていうことを言いたいなって思って、その気持ちはわかります。ただキティは今まで恋人とかだったりとか友達とか家族とかそういう人たちに、一緒に過ごす人にキティを幸せにしてほしいみたいな気持ちがやっぱ大きかったかなって思うから、そんな他人に幸せを求めるんじゃなくて、自分が自分でずっと幸せ感じてたらそれって最高じゃんと思って、誰かといてこそ楽しいって言うんじゃなくて、自分一人でもめっちゃ楽しいってなれたら最高じゃんと思って、ただまだそのマインドまでは完璧にはね到達できてないから、徐々にでもいいから自分らしい12月を過ごしていけたらなって思ってるの。そう思ってるんだよね。そう、何が言いたかったんだろうねキティ、このポッドキャストで。ただこんな風に思う人もいるよっていうお話でした。ただキティも来年の12月また自分がどんな気持ちで過ごしてるかはわからないし、ただ自分が一人でも楽しく過ごせてたらそれでいいなと思うし、誰かといたとしてもそれはそれですっごく幸せだったらいいなと思うし、あまりねとらわれずに幸せの形にこだわらずに、心の底から
楽しめるような12月だったり年末年始を自分が過ごすことができてたらいいなって感じで、逆に今の自分の12月ってエモいなって思ってるような気持ち、今の段階の気持ちをポッドキャストにでお話ししてみました。ごめんね、みんなみんなからしたらさ、日本語勉強してるからもうわけのわからない話やめてよって感じだと思うんだけど、こんな風にね思う人もいるよっていうお話でした。世界のどこかにキティと同じような気持ちになってる人がいたらエモい、それこそエモいねそうエモいね。はいってことで、今日は12月ってエモいねっていうお話でした。次のポッドキャストは、大晦日になるかなと思います。その時は2025年の振り返りをポッドキャストでお話ししたいなって思ってるから、ぜひ次の大晦日のポッドキャストでもお会いしましょう。ここまで見てくれて本当にありがとう。ではまた次の大晦日のポッドキャストでお会いしましょう。またねー。